神奈川県南部の横須賀に来ています。現在アメリカ海軍基地が置かれているはフェリーの来港地として有名な横須賀ですが、コンソーレオンズ・ベルニーはワインとチーズの国フランスから一体何をしに来たのでしょうか。それではまず横須賀とフランスの歴史についてC'est parti。当時江戸幕府は近代化を進めてフランスの理工系学校の高級技術者を養成するための学校エコール・ポリテクニック出身の海軍技師フランソワ・レオンズ・ベルニーの力を借りて造船所である横須賀製鉄所を建設した。ではなぜ江戸幕府はアメリカやドイツではなくフランスの支援を求めたのだろうか。当初江戸幕府は造船所の建設協力をアメリカに要請したが、アメリカは国内で南北戦争が起きていたため協力を拒んだ。そんな中ベルニーのミッションはもともと中国の寧波で18ヶ月で4隻の砲艦を建造することだった。しかしフランスへ帰国しようとしていた時に横浜にいたジョレス海軍提督から連絡が入り、帰国前に日本へ立ち寄るようにとの命令が言い渡された。理由は江戸幕府が造船所を建設するための支援をフランスに要請したからである。これに対して東洋への進出に出遅れていたのと、当時産業の破壊状態だったフランスは日本からの生糸と伝染病に強い蚕が必要だったため、フランス公使レオン・ロッシュはこの要請を喜んだ。しかし歴史的な背景の他にもイギリスとともにフランスが造船に強かったことも理由の一つとして考えられる。19世紀はフランスにとって造船を含め様々な発明が現れた時代である。そんな中、フランスはもともとフランス製の推進機を使った船舶やより早く効率的に改善された海軍戦略など、海軍においてイギリスと争う最先端技術の開発をもたらした。現在でもフランス海軍はアメリカ国外初の原子力空母を持っているなど強い海軍力を構築している。ちなみに後ろに見えるのが猿島。ラピュタの世界のような東京湾の唯一の無人島。かつては日本海軍の要塞の島でもあった。猿島では自然と歴史が共存し、このトンネルなんかは正面から見ると様々な長さのレンガが順番に並んでいる。これはフランス積みを採用した珍しい建築物であり、日本でも数カ所しかない貴重なものである。このように横須賀には造船、建築などの技術やフランスからの様々な文化が伝わり、近代工業の最先端の街として発展していった。横須賀製鉄所は日本初の近代的な総合工場であり、造船だけでなく様々な機械が作られ、ここで培われた技術や文化は日本全国へ広まった。I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling like you're coming 'cause I feel the sun.